るか昔、この世界では強大な魔法文明が発達し、人々は魔法こそが万物の源であると信じていた。空や海、大地からの精霊の力を得て自然と共に栄えた文明も、いつしかお互い憎しみ合う戦争に発展し、戦火は世界の隅々を蝕み、ほとんどの文明が滅んでいった。時は流れ、残された人々が復興を目指し細々と暮らす中、過去の力、すなわち無数の遺跡の中に残る魔法と富を求め、太古の遺跡を探索する者が現れた。人々は彼らをルーイン・エクスプローラーと呼んだ。力に集うあまたなる精霊よ、我が獅子我望むにあり、すべてのもの我が意のままに動かさん。頼み方が悪かったかな。バカ！今ので5回は死んでるな。そう点検してんじゃあるまいし、次から次へと罠に引っかかってられちゃ命がいくつあっても足んないんだよ。やっちゃった。ねえ、イリー、怒ってる？ったく、今日はとことんついてないよ。遺跡は荒らされた後だし、誰かさんのおかげで罠にははまりまくるし。まあ、くよくよしたって始まんないってね、イリー。これじゃあ万能なる力なんて夢のまた夢だ。ねえねえ、今日は疲れたしさ、たまには野宿やめて街で休もうよ。ねね。そうっすか。やったー！そうと決まれば早速宿探しだ。なんか乗せられたみたい。ファーム、無駄遣いはダメだからね。ったく。これで一晩泊めてくれ。これっぽっちじゃ。そんな。私たちがどれだけ苦労したと思ってんだよ。あんたたちの苦労なんて関係ないね。なんだって？まあまあ落ち着いてくださいな、旅のお方。なんだよあんた。私、旅のアキンドでガルフと申します。こいつは相棒のギル。旅のアキンドが何の用だい？いいえね、見ればお困りのご様子。よろしければそのお品私に買い取らせていただくというのは。なんだ、高く買ってくれんのかい？
お宿代ぐらいでしたら、はい。ふん。はじめまして、私ファム。お話ししましょう。私あんたの言葉わかるんだよ。いい子ね。ま、なんだか知んないけど泊まれんならいいや。ではそういうことで。うん。こーらファム、あんましはしゃぐんじゃないよ、みっともない。でもさ、ベッドなんて何日ぶりだろうね。気持ちいい。生き返る。ねえイーリー、ここ結構高い部屋なんじゃない？あのおじさんいい人だね。ねえイーリー。この悪たれ娘が今日という今日は断じて許さんからな。まあそう言わずにね、ロイ様。やかましい。お前には罰として呪いをかけてくれる。いたずら者にはぴったりの罰じゃ。嫌な夢。あのクソじじい、妙な呪いかきやがって。早いとこ万能なる力を手に入れて呪い解かなきゃ。そしたら真っ先に復讐してやっからな。ごめんねイーリー、今度はちゃんと魔法覚えとくから。頼むぜ相棒。バカだね。日持ちのするもんは持ってくんだよ。おはようございます。ゆうべはよく眠れましたかな？おじさんありがとう。でもさ、なんでこんなによくしてくれるんだ？別に他意はございません。ただね、お二人のような勇気ある冒険家を見ていますと応援したくなるたちでして。これ欲しい。ところでお二人は何ですか、やっぱり例の万能なる力をお探しで？なんだいそのなんとかの力って。おや、ご存じない？そりゃもったいない。よろしい、特別にお教えしましょう。大きな声では言えませんがね、このルダークを大陸一の王国にしたオルクスという王様がいましてね。500年前ルダークの全盛期のこと、最愛の妻リヒアナ王妃に先立たれた王はすっかり気力を失ってしまったそうです。おかげで国も傾き、あちこちで争いが絶えず、とうとう国の再建も絶望的になりました。しかしある時オルクス王は万能なる力の存在を知り、その力で再びルダークを繁栄に導いたという伝説があるんです。その伝説が何だってのさ。まあお聞きなさい。王はその力を得るために高い塔の上で日夜ただの一人で儀式を行い、一切外との接触を絶ったそうな。それが悪かったんでしょうな。王は次第に魔法にすがる自らを疑い始めた。いつからかその儀式も懺悔の儀式に変わっていったそうで、そして手に入れた力とともに自らをも封印してしまったということです。
この町の東の砂漠に今もその伝説の城が埋もれているらしいので。ずいぶんと詳しいじゃないの。いいえね、たまたま私が城の見取り図を手に入れたもんですから。城の見取り図を？ええ。だからいや、ご覧の通り私のような非力なものには縁のない代物ですから、有効に使っていただける方がいらしたらお譲りしようと思ったんですが。そうですか、興味がないのでしたら。いくらなら売るんだい？はあ、何しろ資材の大半を投じてしまいましたもんで。ああねえ、イーリー。イーリーは力を何に使うの？もちろん最初は呪いを解くでしょ。それからあのバカ老師に仕返しして、その後は世界征服でもしてみっかな。くらい。何さ、そういうファンはどうすんのさ。どうせお腹いっぱい食べたいとかさ。違うもん。ファムはね、いっぱい魔法を教えてもらうんだもん。そんでもって精霊や動物や人間たちともっともっと仲良くなって、みんな楽しく暮らせる街を作るんだ。欲のないやつだね。イーリーが欲張りなんだよ。はいはい。おまけに意地悪でケチンボで。なんだ、分かってたの。ファームだって本当のことだもん。たく。本当にお城だ。宝物庫はまっすぐ行って下に行って。イーリー、上。何言ってんの？下でしょ。違う、なんだよ、罠があるなんて一言も書き忘れかな。書いてないじゃん。ね今度は何？あのインチキ親父め。あった。これが宝物庫だよ。何これ？なんかの怪物の顔かな。目玉がボタンになってる。私それ知ってる。ザドルグリューって言って人の心を見通せる三つ目の清流だよ。へえ。でね、右の目は確か善を見て左が悪でもって真ん中の目が真実を見極めるって聞いたよ。ファームもたまには役に立つんだね。変だ、素直にお礼言いなさいよ。とにかくその3つのうち1つが本当だとすると、きっとこれだよ。
尻尾切れたらどうすんのよ。あんたが考えもなしにボタン押すからだろ。だってもうずっと言ってな。待ってあれエリあれが万能なる力何故かの像を欲するなんだ。か答えよ。あ、小呪文か。どうするエリどうするったって今のわかるわけないじゃん。一か八かやってみるか。答えなく待たれよ。我はルダーク国王オルクス。国の復興のためかの者を求めん。当たり。ファム、魔法でこいつら止めて。よし来た。大気にあまねく精霊よ、かの者の動きを封じ。ちょっとファム。ちゃんと言ったよ。おバカさんね。とっくに魔法は封じてあってよ。像はいただいてるぜ。なんだお前たち、像を返せ。おお、威勢いいな。お二人ともどうもご苦労様でした。お前は。私たちを騙したのね。騙すなんてとんでもない。ただここまでの道案内をお願いしたまでで。ちくしょう、人がどれだけ苦労したと思ってんだ。おーっといけねえ。若いうちは苦労するもんだぜ。そういうこと。じゃあお二人さん、またお会いしましょう。生きてここから出られたらね。あ、バカ。やめて。できるもん。さあ、像も手に入ったし、塔へ上がっていよいよ万能なる力を呼び出すのよ。おう。どうしよう、あいつら行っちゃったよ。どうするって、なんとかしてここから出てあいつら止めなきゃなんないだろう。そうだね。その前にこいつらどうかしてくんない？なんだ、棺が一つあるだけだぜ。ここに像を捧げるわけね。ミゲル、王家の証を。準備はいいわ。さあ、この私に万能なる力を。おいおい、私たちだろ。ごめん、つい。たく油断も隙もあったもんじゃねえ。本当に仲間同士なんですか、あんた方。いよいよお出ましね。ご会長だ。これで何でも思いのまま。びくともしないよ、ダックン。こうなったら仕方ない。ファム、魔法でこの扉ぶち破ってよ。ダメだよ、そんなの。物壊したりするのに魔法を使ったら精霊たちに嫌われちゃ別に悪いことに使うわけじゃないんだから。うよ。ダメダメ、お話もしてくれなくなっちゃうもん。ったく、これだから美顔族は付き合いづらいってんだよ。ごめん、イリ。ま、私はどうせ元から嫌われ者だからね。ファム、薬はあとどれだけ残ってる？ちょっと待って。あと5回分かな。もうそれしかないの？しょうがないな。今次は絶対あんたにやってもらうからね。いい？
あなた方ですか？私を呼び出したのは。もちろん、そりゃ苦労しましたわ。それは何故？何故って、そりゃお願いがあるからですわ。あんた持ってんだろ、万能なる力をよ。何とぞ私を大金持ちに。がっつくんじゃねえよ。た失礼しました。順番に言いますから、ぜひ願いを。お待ちください。私は万能なる力など持ち合わせてはおりません。嘘。私はルダーク王妃リヒアナ。私にできることといえば、アリシ妃のように王に会い、陰ながら支え励ますことくらい。でも言い伝えじゃ、オロクス王は力を使いにここへ来たって。それは多分3つの秘宝によって得られる力のことでしょう。王は精霊サーガスの剣と真実の鏡、そしてその王家の証を使い力を得ていると申しておりました。そしてそのうちの一つをここに収め、それを取りに来ることを口実に私に会いに来てくれていたのです。お力になれなくて申し訳ありません。ちょっとまだ。そんな。散々苦労してまだほんの入り口ってこと？誰が苦労したって？話は聞かせてもらったよ。人を散々利用しといてなんて言い草だ。あら、よくご無事で。ほんの出来心でございます。もう騙されるもんですか。ほら、あんたの敵は目の前だよ。像を盗んだコソ泥さ。まずい。急に動くな。いただき。リーゲル、笑ってないで何とかしなさいよ。めんどくせえな。あれがなきゃ力が手に入んないでしょ。しゃあねえな。生きがって鎧もつけてないなんてさ、怪我したって知らないようだ。鎧なんて必要ねえのさ。なんたって俺様は生まれてこの方鼻毛すら誰にも切られたことがないんでね。俺あれくらい。俺はな、一人で50人の騎馬隊を相手にした男だぜ。口の利き方に気をつけるんだな、兄ちゃんよ。何するんだよ。兄ちゃん、女か？誰が兄ちゃんだ。鼻毛すら誰にも切られたことないって割には。切られてねえでしょ、鼻毛は。バカバカしい。行くよファム。そうはいかないよ。しまった。おバカさんね。なんだろうよ。あんたたちはそこで一生王妃様の相手をしてらっしゃいな。じゃあね。でかい口叩く割にはだらしないんだから。面目ねえ。眠らされてる。こっちもだ。カルフってめえ。お二人ともどうもご苦労様でしたね。この強欲じじいが。
まさに最後に笑った者の勝ちですな。いや、お疲れになったでしょう。どうぞごゆっくりお休みくださいまし。ガルフ。お、こりゃいかん。よく魔法を使わされる日だよもん。あのじじい。ファム、今度こそあんたの出番だ。あのじじいを止めてくれ。よし、来た。大地に目指し精霊よ、願わくばかの者の歩みを止め、大地に潤いよ。なんだい。よくご無事で。私もあの二人に脅かされ仕方なく、もちろんお二人を騙そうなんてこれっぽっちも。でって、ほれこの通り像は差し上げますです。はい。それからあのお金もお返ししますです。よろしい。でこ。よかったね、イリー。王家の証が手に入って。まあね。でも力を手に入れるにはあと2つも宝探ししなきゃなんないんだよ。旅が続けられて楽しいじゃん。あんたのんきだね。またあいつらに邪魔されっかもしんないんだよ。大丈夫、あんなやつら私の魔法でイチコロよ。おお、言ったな。よーし、今夜は5つ呪文を覚えるまで寝かさないからね。5つも。イーリーの意地悪。流れる星が砂と戯れささやいている。いつか見た夢、きっとあなたは旅の途中ね。溢れる希望を目指してけどね、私は今辛いとこなの。弱虫で泣き虫で涙止まらない。Dear myself 忘れないで、あなたの悲しみに暮れた時。Dear myself 笑顔を信じ、きっと乗り越えてみせる。世界の不思議、森の妖精、子供の頃のたくさんの謎。白い方派に旅に出たいの、素敵な仲間一緒に。そうよ、辛い涙もいつか乾くわ。青空に背伸びして笑顔を見せて。ハローマイドリーム覚えていて、私の喜びに満ちた日々。ハローマイドリーム辛くても明日はきっとやってくる。万能なる力を探して旅を続けるファンとイーリー。次なる冒険は滅びの地下都市の謎に迫ります。今度はあのラーシャとミゲルには邪魔させないかんね。次回、秘境探検ファム&イーリーターン2。大気にあまねく精霊よ。素敵な道連れの登場よ。
そりゃあんたにとってだけでしょうが。とにかくお楽しみにね。